2024年12月23日、株価が上昇する銘柄。多分これが継続している。1000億円でシャープが譲渡。ソフトバンク後ろ盾で株価が上昇する。機関投資家が空売りをしたものの、サプライズニュースで、まさか、そういうニュースがね、あるとは思わなかった。っていうね、損失を回避すべく買いのトレンドに変化すると思われます。それが短期で利益が出る銘柄を2つ見つけたので、僕のメモとして記録していく。投資初心者って言ったらもうとりあえず手っ取り早く儲ける方法とか、人とか、そんなのを勉強してもらって、全然ここ見なくていいです。僕やコミュニティメンバーが儲かるように台本を作っているから、あとはもっとスピーディーに投稿できるように、今まではね、動画編集に3日とかやってたけど、動画一発撮りで、ノン編集でやっています。これまでの分析、銘柄をね、ゼロから作り直して、デイトレードの奮発した利益と、長期の安定性、つまり再現性のある手法をね、考えて1ヶ月間、ようやく完成させたという、探す手法は、コミュニティで話していて、個別銘柄だったら、YouTube で共有しています。無料でね、チャンネル登録や高評価が多ければ口が滑って、情報を喋るかもしれない。それでは早速ね、来週から儲けていこう。月曜から。では、早速、証券番号は6753のシャープ。配当金もね、なくて、優待もなくて、本当に魅力ない銘柄だなって思うんですけど、どうやらね、長期で上がるトレンドの目処が立ったので、これはちょっとね、黙っといてもいいけど、僕の勉強のためにね、コンテンツ残そうと思ってる。ここ、面白いですよ。固定資産の譲渡に関するお知らせが、12月20日の引け後にね、5時頃に発表があって、で、要約すると、シャープ株式会社はソフトバンクの株式会社に液晶パネル工場関連の固定資産、土地とか建物を1000億円で譲渡することを決定したと。多分これってすごく割安だと思うんですよ。なんでわざわざソフトバンクに売ったかっていうと安くね、AI のデータセンターとか先行している部分がソフトバンクじゃないですか。だから関係性を築くための、そういうのを目的としているみたいだね。財務基盤の改善や事業構成改革っていうか、評価する投資家心理に良い影響を与えると考えられていて、出来高の上昇で注目を上げていると。そこで僕は見つけたんですよ。出来高は上がっているけど、まだね、明確な株価上昇はわからない。でもちょっと中を見てみたんですよ。そうすると、これって株価上がっていくパターンかって、これ機関投資家が乗り遅れてんのかっていうような内容だったんで。で、しかもそれが結構スピードを重視の、今回との台本をね、変更して、運用の仕方をね、変えて、デイトレードに近い手法にしたので、持った瞬間すぐ利益が出るっていうのを想定しています。で、金曜日の終値からの発表だったので、株価への影響っていうのは、これまだ反映されていない。で、どういう影響があるかなんだよね。ちょっと話が長くなるので、僕だけ知ってればいいなとか思ってたんですけど、どうやら僕がどの銘柄を選んで、いくらに設定してるか知りたいっていうのが、コミュニティ内で、要望があったので、せっかく作るんだったら、YouTube に2つ、この銘柄公開した方が、注目も集まるし、買ってくれる人も多くなるから、加勢するつもりでいいんじゃないのとか、思ったんでね。あとは、他の受けがいい悪いに関係なく、とにかく儲ける、っていうことに焦点を当て直して、設計し直したので、みんなが注目されなかろうが再生されなかろうが、僕たちは儲けていくという設計ですね。だから割と生成したと。まとめ、この1000億円の資金調達は財務基盤の強化に寄与するじゃないですか。それで企業の価値を向上されるとか、いろいろ書いてあるけど、一番はこれだね、ソフトバンクの協力関係、バックにソフトバンクがいるんだよっていう AI データセンター構築という将来性がある分野への貢献。シャープって家電メーカーだったけどね、ソフトバンクと AI 開発していて、全然織り込んでいない情報だなってね。いうことで注目が集まって出来高が高くなっている状態です。じゃあなんで株価が冴えないのかっていうのもね、分かったので。とりあえずまとめると、発表後の出来高増加っていうのは市場がこのニュースを前向きに評価していることを示していて、で、特に AI やデータセンターといった成長分野への関与が交換されていて、投資家の心理が改善している。短期的な株価上昇圧力として左右する可能性が非常に高い。しばらくはね、これは揺さぶりがかけられるような状態っていうかな、動きなんですよね。ここが大事なんですよ。売買動向、参加者の動向だね。どういう人たちが参加しているのか、投資家がちゃんと食いついてきて、このニュースでね、で、機関投資家も乗ってきて、で、株価を実際に動かす力があるのかっていう、僕たちがエントリーして保有している間、株価の下落が起きないか、これがリスクなんですよね。株価とは参加者で構成されているから、みんながどんな動きをしているのか確認してみようかな。で、このようにね、シャープ
の現在の売買分析、内訳っていうのを見てみると、短期投資家の、機関投資家の動きがね、すごく明確なんですよね。特に空売りの割合がすごく高いから、売り圧力が強くなっていると。このため、株価っていうのは短期的に下落するリスクが高いですよ。まあね、ただ、一方で、シャープ株式会社がソフトバンクに関係を持ったっていうこと、固定資産1000億円の財務改善っていうのかな、行われたっていうことで、この情報は、想定されていないので、空売りの買い戻しがね、急ピッチで進行して、株価チャートで売り圧力がいなくなるってこと、そんなの聞いてないよって機関投資家が思うのか、なんかでもそれが情報が漏れてんのか、12月19日にね、空売りが 51%、もう半分が空売りを仕掛けてもっと下がるだろうっていう時だったんだけど、寸前で20日にどっか情報漏れたのかわかんないけど、38% にいきなり減ってるんですよね。空売りが減るっていうことは、返済買いをしている、買い戻すんですよね。だから余計にその株を下げる人たちがいなくなって、株価っていうのは素直に上がっていくんじゃないのかなと。で、信用の新規買いをやってる人は全体の 3.1% と低くて、短期税っていうのかな、買い参加者がすごく少ないんですよね。だからそう簡単には売らないよっていう、手堅い長期目線の投資家で買いは構成されているので、そう売ってはくれない。一方で空売り率が非常に高い機関投資家が仕掛けを入れている最中にこのようなサプライズの情報が出たので、そんなの聞いてないよとか、ちょっと1日前に気づいた投資家が売って解消はしているものの、大多数は機関投資家でも乗り遅れたって感じですね。今回のニュースでそういう機関投資家っていうのは数百億円の損失を抱えてしまいます。損失を回避する場合は2つの選択肢があって、空売りをバイプッシュで難品する。あまり現実的ではないですけどね。しかし、機関投資家は一つの組織じゃなくて、複数の利害関係があって、一枚岩ではないっていうことを知っているんで、素直に手を引いた方がいいと。空売りの解消率、これが 50% ぐらいから 38% に、空売り、解消しているから、このことから機関投資家は撤退していると考えられていると。で、もう一つの損失を回避する方法は、バイプッシュで難品するというのはなかったから、もう一つは、現実的なのは、機関投資家は一刻も早く損失の拡大を解消するために、空売りの買い戻しが有力であろうと。まとめると、12月20日時点では、売り主体が多くて、買い手の圧力は弱かった状態なんだよね。金曜日までは。ニュースだけ見るとそんな感じ。投資家の心理としては、空売りの存在感が高いことから、投資家心理としては、下落期待が強かった。これから下げトレンドにしばらくは入るだろうな、みたいな。僕もこの感じ、チャート見ると思いますね。ただ僕たちはまだエントリーしていないので、ちゃんと上昇トレンドっていうかな、確認してから保有するといいかなっていうのも、空売りの存在感が高いからみんないつ買おうかなって思っている。一方で、この赤いところの現物のフォルダが 54.4% と一定の支持を持っているから、極端な下落っていうのは限定的となる。じゃあもう少しチャートの性質を見てみよう。どういう動き、硬さをするか。不動株が 9% で、特定株が 75.5%。特定株っていうのは、会社が、このような筆頭株主が持っていて、そう簡単には売れないっていうかな。半年以上、頻繁な売買はできないし、で、買ったところでまた届け出が必要っていう、ということで、割とある程度固まったのが、固定株っても言われますね。で、不動株が 9% というと、未公開株が 15% ぐらいだから割と少ない方。不動株が 9% というと、普段はそんなに値動きはしないものの、特定株で大きくガクンって変わる時がある。実際に11月11日以降とかガクンって、たまに変わる時がある。どこなんだろうな。アルゴリズムは後で言うとして、チャートからわかることは、短期の売買するんだったら、株価は2024年6月以降、927円から1039円のレンジで推移している。で、高値では売り圧力が定期的に強くなって、だから、その12月19日の時には空売りが 50% を超えていて、下げようって思ってたんですよね。実際に明日どうなるかなんだ。現在の989円の現在の値段はレンジの中間付近であって、売り買いどちらとも検討可能な位置かなと。なんか下がりそうだなとは思うような形だけどね。このニュースがどれだけの影響があるのか。この短期の5日移動平均線が上向きで25日を抜けているから、上昇トレンド
ドの兆しを示しているっていうのもあるし、で、75日っていうのは、ほぼ横ばいで中立的だけど、長期上昇トレンドの転換には、やっぱり時間かかるか。普通だったら、買いのポイントはね、950円で買って、で、上のレンジの1020円から1040円ぐらいで売るっていう流れにはなっていったんですよね。で、ここで損切りを考えるんだったら、927円。外部要因を見てみよう。その銘柄が、動きたい方向は分かったけど、どちらかというと市場の動きにも連動するし、ね、市場との動きを確認して、銘柄のバイアスっていうかな、方向を確認して、で、向きが揃う時にエントリーした方が勝率がすごく高いっていうのが分かってきた。今は25日、騰落レシオが 96.31、ほぼ中立的な状態を示していて、大きな過熱感も底日感もない状態。ただし、直近は、低下傾向であって、相場のリスクオフが大きい動きを表している。そうだよね。今は12月22日、もうすぐ3日になるけど、もうクリスマスとか、もう年末とか、僕でもね、売って、売りを確定かな、損失を確定して、繰越損益通算か。そういうものを行ったりとか、配当金の控除とか、とりあえず利益を確定しておきたいとか、節税の関係にもね、完結しますよね、とりあえず。で、短期的にこの騰落レシオを見ると、下がりの銘柄が増加していて、調整局面が進んでいる可能性が、そういう状態。だから銘柄的にシャープは個別では上がる動きにはなりそうだけど、外部要因的には下がるんで、どっちの影響力がすごい強いのかっていうのが本当わからない。だから、ちゃんと上がりとかを確認して、1日経って出来高、売買の内訳を確認してみて、エントリーするのが安全じゃないのと僕は思います。このようにグラデーションによる可視化を行ってみると、これもトレンドがあるんですよね。やっぱ急に向きが変わるっていうことはなくて、今は本当に、切り返すかなっていうようなトレンドだし、年末でもあるから、とりあえず現物を売って確定させたい、現金で持っときたい、みたいな人が一定数いるということで、これはアノマリーっていうのかな、そういう決まり事みたいなシーズンですよね。逆に買いを入れるっていうのは僕は思いますけど。よし。じゃあ、外部要因をまとめてみると、現在騰落レシオの状況は、中長期的には中立である一方で、短期的には、下がっている。青じゃない。ブルーだから、で、短期の押し目買いを検討しているタイミングだなって。僕は思うね。とりあえず、最小単位の100株っていう感じで僕は持っとくかな。で、今まではどういう流れだったのか、その会社自体は財務基盤とか、収益は良かったのかっていうところ、今レンジ相場なんだけど、基本的にどっちの方向なのかっていうのを見たかったから、確認してみます。で、レポートをまとめてみました。シャープの2025年の3月の決算のやつ。どういう会社かっていうのはもう飛ばして、で、採点。財務健全性は20点。これでもニュースが出る前も対率っていうのが高くて改善の余地ありとされていました。1000億円なんだから、大したことないかな。でも、バックにソフトバンクがあって AI を開発に関心があるっていうのは今まで分からなかったことを織り込まれていないから、どれだけの影響があるんでしょうね。成長性は22点。中間純利益の増加は評価はできるけど、売上減少が課題とされています。これは別に1000億円売却して収入があったとしても変わらないので、で、市場ポジションは20点。そうだね。家電業界って言っても、いいものを作れば売れるっていう時代ではなくなったからね。いいものを作って当たり前。じゃあ何で売り上げを左右するかっていう CM とか、ブランドなんだよね。だから AI の力が欲しいという。ソフトバンクも実店舗とか、そのデバイスとかの物理的な施設が欲しいということで利害が一致したんじゃないかなって。ただ、どちらかというとね、ソフトバンクの方が、立場が上なんで、ちょっと、買収に類する影響を受けるんじゃないかな。で、将来性は23点。事業構造改革が進むも具体的な成長戦略がなかったよねっていう。これが今回のニュースでどれだけ影響が受けてくるかなんだよね。で、決算のレポートまとめてみると、シャープは短期的に、改善の傾向が見られるものの、中長期的にはさらなる事業の基盤の強化が必要とされているのが、これ読んで、判断となる。で、AI、
IoT 分野での成長が実現すれば株価の上昇余地があると考えるけど、現代化ではリスクも高いから積極的な投資は控えめにするのが賢明ですというのが、判断なんですよ。で、今回のニュースでどれだけ変わるのかなんだよね。どれくらいの織り込みかっていう。これが面白いことに、数字ではないじゃないですか。これから何があるかっていうと妄想なんで、よりちょっと相場が荒れるんですよね。だからデイトレードにはすごく適した銘柄とは思うけど、僕すごい、デイトレードすっごい苦手なんで、メンタル鋼の人じゃないと嫌だな。さあ、みんながもうお待ちかね。だった、アルゴリズムの注文はこんな感じです。固定資産譲渡のニュースっていうのは短期的な財務基盤の改善と中長期的な成長の可能性を示していて、まあそんなことはどうでもいいんだけど、投資家の心理にプラスの影響を与えているんですよね。で、空売りの比率の高さを考慮すると、すごい買い戻しのちょうど最中なんですよ。だからトレンドが今下がるかなって思っていたところを、急に上げトレンドに変わるっていうような動き。ただし、揺さぶりを機関投資家がかけて、あえて空売りをまた仕掛けてくるっていうのも、過去にあったので、自信を持ってね、この1ヶ月間を保有しとくか、このアルゴリズムを設定すれば、106% 以上になったら、勝ち確定なんで、そこまで逃げ切れば勝ちですね。で、その、売買動向を見ても、内訳を見ても、もう一回見てみよう。出来高は上がってるけど、実際に売るやつはいないみたいな。現物で固められているし、短期税の売るよみたいな人がいない。で、出来高が上がっているっていうと、売るやつがいなくな、枯渇するんですよ、すぐ。空売りをして、ようやくその株価のチャート下げになってるけど、これも時間の問題でしょう。また、機関投資家もバカではないので、足並みを揃えて上げてくるんじゃないかと僕は思うんですよ。面白いですね。その、信用の情報データっていうのは、毎週これまで土曜日の更新だったんですけど、この、松井証券のアプリだけ限定なんですよ。ウェブでも見れないんですけど、毎日これ更新されるので、ここでちょっと急に信用外が改善されてるな、他みんな知らんとでも思ったのかっていうちょっと機関投資家の安心して動いてるのがわかりますね。来週の木曜日にはもう決着がついてるんじゃないの？トレンドの方向性が。今回なんで僕が、ラジオみたいにゆっとりとその編集せずにコストを抑えて収録したかっていうと、それでも聞きたいと、ラジオ配信みたいに、ドライブをしながら、電車で通勤しながら聞いてる人がいると。で、走ってる間に情報を入れたいって、画面を見てないんだとか思いながら。で、どれくらい需要があるのかなと思って、定期的に放送するとすれば、金曜日に、後にニュースを確認して、これ株価と乖離してるじゃん、情報が。かつその出来高が上がって、ニュースも、ポジティブ、サプライズ決算。で、その情報、あとは、外部要因だね。日経平均とか、ニューヨークダウとか、その影響を考慮して、買いか買いじゃないかっていうのを考えて、この値段設定にしてるんですよ。アルゴリズム設定ね。今の値段が989円だから、僕だったら注文を1009円で、やります。しかも、そこは逆差し値なんですよ。そこは間違えないでください。ここね、差し値で入れてしまうと、ワンチャンその機関投資家が、空売りを仕掛けて、予想と反して下がった場合、弱い相場でエントリーすることになるんですよね。だから実際にセオリー通りになってきたなっていう1009円を上がってきたなっていうと買いを入れて、で、そこからのスタートで6% 利益が出て、で、出来高と、これまでのニュースを考慮して、1200円までは上がるだろうという、計算っていうかな。結果にはなったので、この値段にトレーディングを開始する。ここの時点で 3% 下がって約定したとしても、利益は 3% は確保しているから価値は確定で、利益は最大、リスクを最小にすることができる。また、ニュースの影響がまだまだ色濃く残っている時に撤退できるんで、再現性があるのかなと僕は思いました。で、アラーム設定、これは1049円。これは絶対撤退値段ですね。配当もないね、優待もないので、僕も持ってて魅力を全く、感じないんだよね。で、トレーディングを開始したって言っても1200円で、売れましたみたいな、達しましたみたいな通知は来ないんで、個別でアラーム設定をしといて、やった買い確定じゃん、価値確定じゃんって僕はするため、喜ぶためのその値段設定、アラーム設定が、1200円です。満足しましたか？絶対上がるかっていうと絶対
株にとか取引に、投資に絶対はないので、もちろんね、分散投資でもう一個調べてます。サムネイルの通りにね。面白いですよね。なんで僕がこう笑ってるかっていうとね、もうこれはもう儲け確実じゃんって思うから、この手法はね、本当に僕はもう1ヶ月間考えて、台本に本当に落とし込んでいったんで、誰にも教えたくないってもう、よくほら、ツイッターで儲かりましたっていうあるけど、儲けた金額は言うけど、手法全く教えてくれんって。で、聞かれたら、なんだろうもうそんな。で、女性に聞いたらね、裸を見せろって言われてるようなもんだよとか言ってる、人がいて、まあ僕は聞いてはないけどね、どうせそんなこと言うだろうと思ったから、いや、そんなことは、くだらんことは置いといて、次行きましょうか。次、上がりそうだなと思った銘柄は、6141の G 森世紀なんだな。森世紀ってまあ聞きないので一言で言うと、世界的な工作機械メーカーであって、世界シェアでも上位に位置しています。なんで結構儲かるんですよ。で、配当利回りも 4% を超えるので、長期で持ってもいいし、で、中身を見てみると、割安で放置されていて、今後注目されていて、いや、もうすでにもう出来高が上がっているから、もう水面下で動いているな。だから、エントリーした瞬間に、含み益になる可能性が高いな、と思った。早速ね、その根拠、なんでそれ上がるの？根拠はなんだねってあるんだな。筆頭株主で 5% ルールっていうのがあるじゃないですか。変更報告書です。これね、5% 超えたら報告しないといけないんですけど、この太陽光機っていう、ほぼ前から子会社みたいなやつなんですけど、これがね、もうすでに以前から 50% 持ってたんだけど、それ 91.65% になった。これほぼ買収じゃん。相手の権限ないんじゃないのって。なんで買いを仕掛けたかっていうと、儲からないとこんなに買わないわけなんで。で、なぜわざわざその買収したけど、完全に取り込まないかっていうと、給料をね、安く設定したいから。で、DMG 森世紀の本社で勤めている人間は給料高く設定することできるんで、あたかもなんかホワイト企業なものを演出できるし、で、実際は子会社に出向させて、安値で買い叩く。奴隷のように扱うみたいなことが想像できますね。そんなことはどうでもいいんですけど。で、この資料が与えている内容の概要としては、公開買い付けの詳細。で、公開買い付けの期間とか、対象の株式の割合とか。で、森世紀の目的。これは、買収を通じた、現実対目標、市場シェアの拡大と、新規事業領域の強化。これ、同業者なんですよ。ほぼ子会社とか。なんで、シャープみたいに全く違う AI の分野、ソフトバンクとは違って、今度は同じ業種なんで、拡大するのと一緒なんで、想像もしやすいし、投資家からは、現実的だな。当たり前か、みたいな。で、これはちょっと調べたんですけどね。買収の金額は非公開にされているんですよ。太陽機械が特定の市場とか、業界で強いポジションを持っている場合、DCM 森世紀による買収っていうのは、その強みを取り込むことで、市場シェアの拡大とか、技術力の強化につながる可能性があります。ただし、太陽光機か。それが、どれくらいの売り上げか、影響力を持ってるかっていうのは、公開されている情報がすごく限られているんですよ。だから、いきなり50%、91っていうと、確信を持ってじゃないと、こんな買いに行くこんなリスク、会社が傾くようなね、買収はしないはずなんですよ。だから、株価は、もう明日23日の月曜日には上がってるんじゃないのと思うんですよ。これはちょっと日経とか市場が下落っていうのは、シャープで話したけど、それ以上の強いバイアスがかかるから、上げに行くんじゃないの？どういう状況でも。っていうので、再現性とか手堅さを言うと、こっちの方が僕は本命ですね。だから、2銘柄まで聞いている人が一番得するような、台本の構成にしました。ちょっと太陽機構っていうのがどういうメーカーかっていうのを見てみましょう。これは配当利回りが 1.34 で非常に低い。で、PR っていうのが30超えてとか、なんだけど、それはほとんど役に立たないと思うんですよ。なぜかというと、時価総額が111億円に低いし、森世紀がそんな 90% でね、買収、買い取ったっていうと、株価跳ね上がるじゃないですか、そんな。それか非公開を目指してるのか？違うな。このようなニュースだったので、じゃあ、売買の内訳を見て、参加者の動向を見てみよう。投資家が食いついてきて、株価のチャートを上昇させる影響力があるのか、手堅いのかっていうところ、ほら、見てください。利回りが 4.10% あるんですよ。だから、長期でもって待つっていうことも、長期戦をね、籠城することもね、僕たちできるんですよね、その地方で。きついかって言って、配当志向を見ても、配当成功を見ても、30くらいだったかな。配当成功って言っても 33% 程度なんで、
まあ許容範囲だ。で、これまで、決算報告書とか、順調に上がっていってた。一方で、その、太陽光機っていうのをほぼ子会社化すると、数字を多分、都合がいい時に、これは森正規の数字にしちゃおうとか、そういうのがあると思うんですよね。僕、店舗にね、そういうディーラーにいた時にそういうやりとりがあったんで、ダメとは言いつつ、もう別に残るもんじゃないんで、書類とかに。で、森正規は時価総額が3400億円で大きいので、チャートの動きとしては、まあ、出来高が少し遅いっていうかな。機関投資家が急に動いても、うぞうむぞうの初心者に買ってもらって、で、食いついてきて、一緒に値段を上げないと自分でね、上げてもしょうがないんですよね。だから多分ね、じわじわと上げてくるんじゃないのかなって。それか上昇トレンドの転換期が今差し掛かっているんですよ。チャートを見るとね、これが3年図でこう下がっていって、もう割安だろう、配当も高くなっただろうっていう時にかけてきた。さて、どれくらいの影響があるのか。はい、参加者の動向っていうことだったよね。空売りの比率、その推移。から見て、投資家が食いついてきて、で、機関投資家がいつ仕掛けたっていうのが、なんていうかな、その、1日単位で分かるようになったので、見てみよう。これが最新の動向。まだこれはね、トレンドとしてっていうか、分析として取り込まれてない投資家が多いので、機関投資家もね、この毎日の出来高、信用売り、知らんだろう、分かってないだろうっていうような人たちっていうかな、構成になっているので、まあ、なんていうかな、言ってしまえば、6日間最速で先回り、みんなで先回りできるようになったんですよ。さて、結論1個。どういう状況か。現在の DCM 正規、森正か、売買のデータを見ると、現物の割合が非常に高い。シャープよりさらに高くなったかな。だからそう簡単には売らない人が多い。短期税だと、信用売り、信用買いとか、そういうの割合が増えていくんで、レーザーテックとか、ね、オリエンタルランドとか、すごくね、信用税が多いんですよね。そもそも優待もらう気ない。もしくは、優待クロスを使って、優待が欲しいがために現物を買ってるけど、売りでクロスするみたいな、現物渡しするで解消するっていう、ね、手数料も楽天だとゼロだから、優待と配当金もらっちゃうみたいなことも可能じゃないのかな。優待は可能だ。で、参加者は現物のホルダーが主体で安定感がある一方で、空売りのリスクっていうのが含んでいるかな。だけど、シャープと比べるとリスクっていうのは低いし、トップが50いかないな。37% で今一番ピークになっている。それって、この20日の時に情報が漏れたのかなね、またこれも。急な売りを 1% の売り仕掛けて、やっぱりダメだったのかって言って、売ってきて、株が売られた時、値段が下がった時に、機関投資家が買い戻すみたいな。で、後から遅れて、やっぱり買えばよかった。今からでも遅くないかなって買った人たち、投資初心者の投資家が買って、一緒に株価を上げていって、機関投資家が一番儲けるという構図になるんじゃないかな。で、これはね、ニュース公開直前の参加者の状況なので、予想通りに食いついてきたらエントリーしようかなって。買い方もね、一工夫必要で。おそらくこれを見ると、信用空売り見ると、これがピークなんじゃないのかな。っていうと、株価は上がるトレンドになりそうな気もするけど、超長期で見ても、株価がこう下がってきてるから、もういつ跳ね上がるのかっていう状態、今だったのかなって。でもね、配当利回りが 4% を超えるわけなんで、籠城することが僕たちできるじゃないですか。だから、もうこれどっちにしても100株は確実に持っといた方がいいなっていうのが僕の結論。じゃあこのチャートがどのような特性動きになるかだよね。動きやすいのかっていう。今見てみよう。不動株が 9.7% で特定株が 46.1% っていうと、未公開株の割合が非常に高くて、株価を急に変動させるような特定株も 46% 低い。で、不動株もそんな高くないので、すごく固めの動きをするはずなんですよ。だから、アルゴリズムと相性がいいっていうかな、長期で粘る人に向いている銘柄なのかなと僕は思います。現在の出来高の40万8300株っていうのは、5日間平均の14万株を大きく上回っているので、出来高が多くて、この売る人もほとんどいないというか、現物で固められていると、株が枯渇して少なくなるから、売り税っていうのかな。
現物の売り税がすごく少なくなるから、で、出来高が増えるっていうことは参加者が後からこう入ってくるっていう。で、大抵の人は現物か、まあね、プラスっていうかな。買いで入るわけだから、売りと買いが拮抗して、それで 1% 下がったっていうこと。で、下げトレンドはとりあえず手仕舞いかなっていう調整が入ってくるんじゃないかな。で、この引き具合、エントリーしてやっぱ間違いだったっていうのは、空売りの変動率を見ればわかる。空売りの比率がもう再度上昇する場合は、やっぱりこう、引き感としては、やっぱりもう一回仕掛けてきたのかなって、下降トレンドに転じる兆候とみなされるから、まあこれは撤退した方がいい。だから、サラリーマンをやってるとか、本当にラジオみたいに僕のやつを聞いてる人は、撤退っていうのが、モニターに向かってるのはできないし、僕だって日中はお昼寝してるので、でもそれでもね、儲かっていくっていうのは、ちゃんとした設定がある。シナリオ通りに動いてるのを想定した設定があるし、その狙い通りに動かないと、そもそもエントリーはしないっていうね、やってるんで。じゃあ、リスクを把握していきましょう。株価がこう、今まで下落トレンドにあったじゃない？じゃあ、それはどうしてだったのかな？決算が悪かったのかな？っていうことで分析。はい。何書いてあるかわからんということで、100点満点中、80点とされています。リスクの確認、決算を見るとね。で、かつそのニュースがどのような影響を与えるか、また外部要因の日経とか、為替とか、そういうものをトータルで判断して、それがどれだけ影響を受けるのかって、すごく予想しづらいけど、バイアスはわかる。だからリスクの把握のためにも、今、下落トレンドがなんで起きているのかっていうのもね、見ていきましょうかね。財務健全性は20点。自己資本比率は安定してるけど、利益減少が懸念されていると。今回は太陽光機っていうのを完全に子会社、完全じゃないかな。で、シェア率っていうのをもう少し広げていくだろうってなるので、どれだけ織り込まれ、どれだけ反映されるのかなっていう。成長性は18点が25点。で、売上増加は評価されるが、利益率の低下がマイナスと。まあこれは太陽の光機のノウハウをどれだけ欲しかったのかな。成長するからあれだけ買ったんだろうなというのを思うから、18点ではないかなっていう修正がかかるんじゃない？市場ポジションは22点。グローバルでの強い競争力は維持していると。これは以前と同様。将来性は20点だけど、D や DX の推進は、デジタルトランスメーションだったっけ？短期的な利益改善が課題とされている。これがわからないんですよね。まあ、上がった瞬間にわかるけど、数字？所詮その数字なんで、短期的で限定的なチャートの動きになるんですよ。今回みたいな、どれだけの動きがあるかわからない。いくらで買収したか、わからない。太陽光機の影響力がどれくらい持っていたのかわからない。っていうと、荒れるじゃない。本当に高いよ、もっともっと高いはずだっていうような人たちも出てくるんで、そういう人たちが焦って買いに行くと株価を釣り上げていくよね。まあ結論としては、長期的な成長は魅力的だけど、短期的には利益減少はリスクとされている。配当利回りはすごくいいよね。で、株価の下落の可能性は、今下がってるトレンドなんから、本当にアルゴリズムっていうか、いつエントリーするか、設定が本当に大事。で、今回の、太陽光機の買収を含む戦略的投資の成果が明確に出る、その決算に含まれていないし、今まで出したくなかった、下がりトレンド？この下がりトレンドの時に出したくない情報っていうのは、多分プラスの要因なはずと思ってるし、さすがに安すぎるだろうと思って、これだけ現物で買いで固まってるってわけ。空売り税もすごく限りがあるってかな。あるんで、もうそろそろ転換期来てもいいんじゃないの？少なくてもこの1週間持ってて利益っていうのは見込めると僕は思います。予想する。あくまで予想ね。で、外部要因はシャープと同様。今が押し目買いの時なんじゃないのかなって。それでは、お待たせしました。ね、うち森世紀のアルゴリズムの設定、いくらでエントリーすればいいのっていうのは本当に楽しみだった。まずはエントリーするのは2800円の逆差し値にしようかなって。ちゃんと上がってきて2800円を上回ってきてトレンドが形成するのを確認してから買う。急に100円とか値上がるのかなとも少し期待するけどね。で、2800円で買ったとして、損金のラインは2548円で2800円で買って 6% が利益出るのが2900
968円。まあ、ここでトレーディングを開始して価値が確定される。で、アラーム設定が大事で、僕だったらその、上値設定2750円にしている。これは買うエントリー設定かな。最初から2800円ずーっと逆差し値で設定してると資金を拘束されるので、まあ、資金に余力がある人はまあ別に2800円最初から逆差し値でいいんじゃないのかな。で、下、2299円。これは、この月足の下のトレンドなんで、ここを下がってしまうとどこまで下がるのっていう、不信感が漂うので下がるんですけど、まあ、まずそこに至ることはないでしょうね。もう、インフレーションで物価も高騰して、配当利回りも高いので、もうここまで下がらない。転換期が来てるだろうと思って、もう本当に100、500株とか、500株 ?1000 株とか買いたいんですけど、まあ、あくまで僕の予測で、サンプル数がまだ1週間なんで、とりあえずね、実験という、名目で100株だけ買ってみます。皆さんはどう思うかな？何株買うかな？で、現在の設定っていうのは短期的な利益確定を目的していて、上昇トレンドが続く場合だったら利益を最大化しきれない。だから、その都度に分析していった方がいいかな。なんていうかな、そのニュースの影響で短期的な値上がりを期待して買うっていうのが今回の手法なので、さて、エンディングに入るよ。今回はね、分析の手法を根本的に一新しました。当初はね、デイトレードの銘柄として台本を考察していたんですけど、実際に運用してみると、これまでの僕、ロングトレードがすごく好きっていうかな、底値ハンターだったので、デイトレードのようにやったけど、これロングに向いてるじゃんとか、そのロングの現物で固める人たちとか、バイアスがかかる、長期にかかってくるから、絶対に長期で持ってる、これ儲かるな、みたいな手法になっちゃうので、スイングトレードのようなものになりました。で、これに僕はね、満足していて、エントリーする銘柄はサプライズメニューで出来高がすでに上がった銘柄なんで、人気が集まって買いがこう集まってくる。そうすると売りが枯渇する。だから、値段っていうのは板で釣り上がっていく。含み益のスタートが多くて、気分がいいだけじゃなくて、出来高の勢いがあるから資金効率がいい。買った瞬間に利益があるから。1週間の試験走行から、そういうのを僕は体験したんですね。で、これまでのアルゴリズムっていうのは、あくまで取引の手法で、どの銘柄に飛びつこうかなっていう発端の他の YouTuber の動画を見ていてね、銘柄選びとタイミング、これは保有してたんですけど、これがその銘柄の選びとタイミング、これが改善したんですよ。で、1ヶ月間試行して台本を一新して、他のチャンネルにはない投資手法にはなった。せっかく考えたんだから、それは教えないと。なんていうかな、万人受けしていろんな人に見られる YouTube の株チャンネルと内容っていうのは、なんか超初心者向けに、わかりやすくじゃないと、募っていかない？見る人って増えない。それはなんでかっていうとね、株をこれからやるっていう人が多くて、思考もっていうかな、サラリーマンもやって考える時間もないような人たちが、大半っていうか YouTube 見てる人たちって大抵そうだから。だからこれだけもうめっちゃ掘り進んだとしてね、誰が見るのっていう。僕の場合はね、なんでやるかっていうと、YouTube の再生回数はどうでもよくて、一番優先すべきことは、運用の利益、僕が儲ける手法を確立させることなんだよね。で、デイトレードをするつもりだったけど、デイトレードする人は、長期でもいいか、自分の間違いっていうのを見逃してしまう。このようにね、森世紀買ったとか、シャープ買おうかな、みたいな。そういうのを動画に出してしまえば、自分の考えっていうのは、過去の自分の考えを、本当に明らかに、ここ何分何秒の時に言ってるよね、みたいな。そういうのが自分で確認できるから、アップロードしているだけです。文句言われるの僕嫌いなんで、そういうコメントは消すし、ブロックしますけど、そう、文句言う人に限って、貧乏なんですよね。それだけ文字をポチポチして、相手が不愉快になるっていうのにもかかわらず、時間を使って、ね、自分の価値ってやっぱ時給いくらで換算するのに、文句言うって絶対貧乏人の発想なんだよね。はい。とにかく、資産3000万円超えたら、従業員雇って YouTube の事務所を運用してもいいかな、話をしてもいいかなとも思うし、僕のコミュニティでは分析してほしい銘柄を受け付けているようにしたんですよ。なんでかアルゴリズムがすごく好評で僕のチャンネル登録者数がここまで成長したっていうのもあって、今はほら、チャンネルが振るわないのはクリスマスのシーズンなのか、アルゴリズムが変更になったのかわかんないけど、僕はじゃあ、再生されなかったらもう僕が儲かる手法でいいよっていうことで、見られなくてもいい
ただ僕の答え合わせのために作っただけ。自信はある。と、この銘柄上がりそうだなっていう分析お願いします。とか、まあ他の、コミュニティ不動産やってる人とかでね、いくらでエントリーすればいいんですかっていう、そういう人のニーズ多いっていうことに聞かされたんですよね。ということで、今見ている、この高い方の5000円プランね、利益にそこに入って、僕に直接聞くとか、そういうのはできます。サーバー、ディスコードサーバーでそういうのがあるんで。で、利益ね、何千株とか何万株買って、利益出せて、で、勉強になって、自分の居場所ができて、あるがどこを見ているのかが分かれば、そんなのはもう5000円めちゃくちゃ安いもんでしょうって僕は思ってるし、コミュニティでも言われています。そうなんだよね。値段を安くしたんですよ、一時ね。無料の時とかあったんですけど、本当に治安悪くなっちゃいますから。この時、この時間集まろうよって僕が言ったら、年金が、障害年金が振り込まれないから、ガソリン代が、払ってくれるんだったら行くよとか、ランボルギーニの高級車、写真写ってこれすごいでしょ。これね、俺の社長なんだよねって、お前じゃないんかみたいな。そういう本当にどうでもいい時間と体力を無駄に使われるようなものだったんで、金がないイコール、それは信用がない。やる気もないっていうのが本当よくわかりました。なんで、お金が別になくても、5000円出すよという勇気があるんだったら、それだけのメリットがあると僕は信じています。で、コミュニティとは、家族、職場、それ以外第三の居場所なんだよね。これってVTuber 僕がやってて本当に良かったと思う。僕がね、好きな人、僕を好きな考えに、共感した人が集まった。で、かつこの5000円のメンバーに集まった人たちっていうのは、もう総じてお金持ちの人がもうほとんど。で、僕はどうやってお金持ちになっていくのかっていうのも聞いていって分かってきた。まとめてしまうとね、性格っていうのは、性格がいいからお金がついてくる。お金っていうのは生き物だったっていうのが意外と本当だったんだって。日本のね、就業者における 95% かもう本当それ以上は個人事業、サラリーマンの社畜じゃないですか。で、僕の考えているのは個人事業主、経営者が人を雇う側とかリーダーの立場の考えなんで、僕の考えに、そうだ、なんでみんなそう思わなかったんだよ。この人同じ考えだよ、みたいな人っていうのはもうすでにお金持ちになる素質がある。すでにお金持ちっていう可能性がすごく高い。で、そういう人たち、共感できる人たちだけ集まればいいと。みんなはミーティングで僕と直接話す時間もあるから、1ヶ月入ってみると試しに5000円って、これも、株式投資と同じように5000円損する覚悟を持って入ってみる。そうすると、わかるよ。勉強する。勉強代で、ほら、負けたからこれ勉強代ってあるじゃない。試しに入ってみてください。そして、お金とは幸せで、幸せはお金にも変換できるっていうことを僕は学んだ。さあ、あなたはコミュニティで何を学びますか？それでは遊びも仕事も全力で頑張っていきましょう。そして儲かっていこう。夢を実現していこう。それでは皆さん、この動画が良かったな。もう一回こういうシリーズね、もう間違いとか言い間違いはあるけど、3日早く公開できるだけで、エントリーできるタイミングがまるっきり違うし、利益も変わってくるんですよ。それが良かった。もう、その情報をラジオみたいに聞きたいよって言うんだったら、高評価とそれだけじゃちょっと伝わらないからコメントして伝えてください。で、これが、モチベーションになって安定的に、週に1回こういう形でやる。そして、ってことができるんで、それではまた来週お会いしましょう。バイバイ。